今日は30日間チャレンジの29日目でございます。日常を穏やかな気持ちで過ごせるために必要なこと、主に7つご紹介していきます。今日お伝えする7つの情報をあなたの日常の中に取り込んでいただくことで、徐々に心身のバランスが整っていって、その結果毎日をあなたらしく過ごしていけるということにつながっていくと、思います。私の願いです。でセルフケアっていうとたくさん種類があるんです。大まかに分けて私は4種類あると思っています。1番目はまず体からのアプローチで、2番目がメンタルですね、精神的なアプローチ、3番目は感情的な部分で、4番目は生活環境や生活スタイル大まかに分けてですよ、4つだと思います。で私もセルフケアのコーチとして活動させていただいてるんですけども、クライアントさんにはこの4つのアプローチから、心と体のバランスを整えるサポートをさせていただいてます。乳がんを乗り越えて自分の経験からこの7つが大切だなということを感じたので、たくさんあげるとキリがないので一応7つに絞りました。では1番目から見ていきましょう。もう皆さんがご承知の睡眠です。最初からありふれたやつ来たなって思いました。いやいや本当もうありふれてるぐらい大事なんですよ。なんだそれって思いますよね。私もこの乳がんになった一つの要因として睡眠不足を挙げてます。私たちの体にはマスタークロックというのがあるんですよ。もう体が機能、この生体リズムが整う、もう司令塔みたいな感じです。このマスタークロックがちゃんとこうポッ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 って動いてくれてるんですよ。正常に働いてくれているから私たちが自然と起きたり眠たくなったりお腹が空いたりするんですね。このリズムを軽視してはいけないんですよ。これがちょっとでも乱れていくと、このマスタークロックさんが困惑してくるんですよ。でそこから少しずつもうドミノ倒しみたいにちょっとの乱れが継続していくことによって体全体に影響が及んでくるんですね。ですのでこのマスターさんをちゃんと意識しながら生活していくっていうことが大事なんですね。で私たちの先祖は太陽が昇ればもう自然と目が覚めて日が落ちて、そこから眠りの状態に自然と入るようにできてるんですよ。でこの生体リズムを整える面で4つポイントがあるんですね。何時に寝るか、何時に起きるか、いつ食べるかで、いつ活動するかということです。だいたいこの4つを意識しながら生活していただくといいんですね。誰もが持っているスマートフォン、あとはパソコンだったり、あとコンビニの眩しい光とか外のネオンなど、光っていうのがこのリズムが崩れやすくなる原因なんですね。この眩しい光ですよ。この目の網目のところにセンサーがあるんですね。光を感知する。でこれ目を閉じてても感知するみたいなんですよ。私たちが気をつけなきゃいけないのはこの光なんですね。すごく敏感なんですよ。もう寝る時間なのに明るい光を浴び続けていると、このマスタークロックさんがじゃあこれは朝なんだということで分かんなくなっちゃってくるんですよ。でこれが眠りの質の妨げになるし、眠れなくなる原因にもなるんですね。体がきちんと休まっていないと日中次の日お仕事とかあるでしょ。お仕事とかありますよね。仕事にも影響するし、自分自身や周りの人へ対してもイライラしやすくなったり、感情を乱しやすくなったりするんですよ。で2番目は、
体に入れるものです。これ食べ物だけじゃなくって自分の皮膚につけるもの、またはあなたが見たり聞いたりして得る情報も含めます。で、体に入れるものとしては、私はね以前は洋食がもう多かったんですよ。特にアメリカに来てからは、ね、動物性の食品がかなり増えて、お米もねあんまり取らなくなってきたんですね。もうね完全に洋食に近い食べ物をよくもう食べていたんですね。乳がんを機に完全にじゃないですけど、ほとんどですよ、ほとんど和食に変えました。あなたが小さい時によく食べていた食べ物がやはりね体に合うと思うんですね。で、幼少期からおじいちゃんおばあちゃんとかね、お父さんやお母さん、または親戚の方たちと一緒にね時間を過ごして来られた方も多いと思うんです。で、その方たちも同じように和食を食べてると思うんです。で、特にご両親だったりね、おじいちゃんおばあちゃんが食べていたもの、その方たちがとっていた食事をもとにあなたっていうのがこのようにね誕生してるんですよ。ですので私たちの遺伝子っていうのは和食がね合うんです、ね、自分たちの家族とか周りにいた方が食べていたものをなるべく食べていくようにしましょうということです、体に入れるものね、で、皮膚につけるものは今ほら保湿ローションだったり化粧品や保湿ローション、またはねビタミン剤とかもそうですよ。私もビタミン剤いろいろ飲んでますけど、そのね中に何が入っているのかっていうのも確認する癖をねつけていきましょう。で、一つ一つの原材料を見てもわからないじゃないですか。私もありますよ。ほとんどわからないです。だけど自分が気にかけてるのはなるべくその原材料のリストが少ない分を選ぶようにしてるんですね。髪や皮膚から取り入れるものも気にかけていきましょう、ね、ここにつけるっていうことはあなたの体内に入っていくんですよ。ですのでもっと、ね、食べるものと同じように、ね、体につけるものも意識していきましょう。そして今私たちは情報社会に、暮らしています。自分が見たいと思っている情報以外にもあらゆるところから入ってくるんですね。あなたが認識してしまうとそれがね脳内にどんどん情報として入っていきます。あなたの中にもうわーっと入ってくる情報にも自分がねちゃんと意識して情報でいっぱいになりすぎてパンクしちゃいそうだなっていう時はこのマインドを休める時間もきちんと取っていきましょうっていうことです。ちょっと2番目長くなっちゃったちょっとサクサクいきましょう、3番目は動と静のバランスです。なんで動と静のバランスって思ったでしょ。で、動っていうのは体を動かす時間で、静は反対に静かな時間ですね。で、このバランスを大事にしていきましょうということです。どうだったら、運動ですよ。あなたが、ね、好きなエクササイズだったりで、性といえば体を日中の活動の状態からねリラックス状態にしてゆっくりとした時間を持ちましょうっていうことですよ。で、以前の私はもう意味不明なねことをよくやってたんですよ。例えばね、朝ね気持ちいいソファーに座っているともうやる気が起きなくなってダーンとなっちゃうので、もう朝はねソファーには座らないとかいう仕打ちをね自分自身に課してたんですよ。意味わからないでしょいや、私これぐらい結構厳しかったんですよ。でね、座ってねゆっくりとした時間を持つ暇もなく、なんかねよく動いてたんですよ。何かしらやってました。で、活動ばっかりで体を動かして心身を休ませる時間を取ってなかったんですよ。で、私はちなみに動の時間っていうのはヨガやウォーキングをやってます。で、ハタヨガも
体を動かして自分の体の中から熱を作り出すんですよ。でも一番最後は必ずシャバーサナって仰向けになるポーズがあるんですけど、これをやってちゃんと静かな時間を一番最後に設けるんです。でこのようにね、動かすことで刺激が加わります。体が熱くなってくるでしょ。で火の要素がブワーッと高まった体の各部位ですよ、筋肉とか組織ですねに休んでいいんですよっていう時間を設けていきましょうっていうことです。筋トレとかもそうですけど、筋肉や組織に刺激を与えてあげた後は必ずクールダウンっていう時間を取りますよね。でそれと同じように、あなたがね日中動き回って忙しく時間を過ごしてしまった時っていうのは、夜ね、穏やかな時間を取りましょうっていうことです。反対に一日中ね仕事でパソコンの作業が多い方っていうのは、じっとね椅子に座っていると思うんですよ。でこれはもう動いてないですよね。だから夕方とかお時間ある時にストレッチしたり、ウォーキングまたはねあなたが好きな運動をして動く時間をとっていきましょうっていうことです。でポイントはね、動く時間と休む時間のバランスが大事なんですよ。これは人によって違うかもしれないんですけど、次の日をね目安にしたら分かりやすい。次の日に起きた時、体がねリフレッシュして、軽いなっていう時は、前日の過ごし方があなたの体に合っているっていうことです。このようにいろいろね、自分で試してみながら、この動と静のバランスを調節してみてください。で4番目はルーティン化っていうことです。あなたの面倒を見る時間っていうのは1日1分だけでもいいんですよ。じゃあね、1分だけやろうかなとか、気分が乗ってる日だけやろうかなとか、これはね意味がないんですよ。毎日繰り返してコツコツやっていくことが大事なんですね。一日一セルフケアが後のあなたに大きなメリットをもたらしてくれるんですよ。ですので気が向いた時だけねやろうとか、そういうのじゃダメです。ね、ぜひあなたの中に一日一個でもいいのでセルフケア、あなたの面倒をちゃんと見る時間をね組み込んでコツコツね、繰り返していくようにしましょう。5番目は、これは感情面からのアプローチ。周りの環境に反応しすぎない自分を作っていくっていうこと。これヨガ的に言えば、あなたの体またはね思いとか感情、あらゆるものも変化のあるものなんですね。でも自分の奥深くにある安定した意識ですよ。魂って言っていいと思います。これは何があっても変わらないんですね。でこの部分とね、今お伝えした体とか、またはあなたが見ているもの、自然界すべてです。これはすべて変化があるんですよ。木々も移り変わるし、ね、物っていうのは必ず衰えてきます。で自分の中にある真のあなたっていうのは何があっても滅びないんです。でこの部分がいつもね外を見ている状態なんですよ。私たちは生きているといろんなものが視界や耳から入ってくることで、そこにねあなたの感情を結びつけて自分自身を乱してしまいがちになるんですよ。あなたの中にある安定した意識っていうのは常に一定なんです。だけどこの自分の中よりも外側のものに意識がいったり、外側の物事に執着したり、ね、自分の経験ですよ。あなたも自分が培ってきた経験とか価値観というものがあるはずなんです。でこれをもとに
解釈して価値判断し続けてしまうことで、ね、感情を荒げたりあなたが乱されたりするんですよ。でちょっと言っておきますけど、自分を乱すのは自分にしかできないんですね。ですのであなたの周囲のね環境に常に反応し続けているマインド、ね、思考パターンを繰り返していくことであなたが苦しくなっちゃうんですよ。だけどこのね感情と自分自身ですよ、真のあなた自身というのを切り離して見れるようになると、なんか難しいですか、ね、でも瞑想やマインドフルネスを習慣にしていくと、これをね切り離して見れるようになっていくんです。で自分のそのね感情とか自分自身、あなたの内側にある真の自分っていうのを切り離して、そこにね自身の先入観を入れずに、ただ物事をありのままに見てあげる。そこに自分の価値観や考えを結びつけずに世の中を見ていく。マインドフルネスや瞑想であなたの思考パターンを見つめる、ありのままに見たり、ね、自身とこのマインドで巡っている言葉っていうのは別物なんだと認識できるようになると、周囲のね環境に対して感情を荒げすぎない自分というのを作っていけるようになるんですよ。でこれがね、本当私も以前は自分がね変えられないものに対してイライラしてたんですよ。自身の外側の部分っていうのは変えられません、ね、唯一変えられるものっていうのは自分の内側なんですね。あなたがどのようにその見ているものを解釈するか、受け取るか、認識するかっていうのは自分で選べるんですよ。でこれをね、身につけていくことであなたがより日常をね穏やかに過ごせるようになっていくんです。ということで、5番目はこの周りのね環境に反応しすぎないあなたを作っていくっていうのを、加えてみました。で、6番目は感謝の気持ちを持つっていうことです。あなたの人生の中で大切な人たちっていうのが必ずいますよね。人だけじゃなくって物もそうです。あなたの生活を豊かにしてくれているものにも感謝。自分が接する人ですよ。お店の人だったり仕事場でね時間を過ごす人、このように大切な人たちや自然にあふれているものたち、そして、何よりも忘れてはいけないのがあなた自身です。他の方を大切に扱うように、まずはね、自分自身に思いやりの気持ちを持って、接することを忘れないでください、ね、私たちの周りには感謝があふれています。で感謝をするとハートがね温かくなっていくんです。ハートがほぐれることで自分自身を満たすことにもつながっていくので、いつもねありがとうと感謝の気持ち持つように心がけてみましょう。で一番最後が私という存在を知ってあなたが持っているものを表現していくっていうことです。でこれは自分自身を認識することから始めると分かりやすいと思うんですけど、あなたはね何をしている時が楽しくて、どういった場所に身を置いているとあなたらしくいられるのかっていうのもね、ご自身で見つけていってほしいと思うんです。であなたが持っているものを表現していくっていうのは、例えばね私だったら、私はね自分が思っていることを言葉にしてブログに書いたりポッドキャストで発信したり、このようにビデオを撮って YouTube で、ね、あなたとシェアしていくのが好きなんですよ。私がね発信している内容が他の方の人生にね少しでも役に立っていただけたら私はそれで嬉しいんです。でこれが自分の表現方法。他にもね
絵を描いたりジャーナルしたりで、これは私が心地よい表現の仕方なんですよ。でこれはね、一人一人違うんです。今あなたが感じていることや思っていること、またはね、あなたが得意なものが必ずあるんです。スポーツだったりお料理だったり、こういった自分の経験や知識を他の方とねシェアしたりするんですよ。で助けが必要な方にあなたができることをして手を差し伸べてあげましょうっていうことなんです。またはね、あなたを必要としている方っていうのが必ずいるんです。でそのような方の話を聞いてあげたり、時間をね一緒に過ごしてあげるだけでもいいんです。これもね一つの表現方法なんです。自分ができることをやっていくっていうことが自身を表現する方法につながっていくんですよ。話す相手がいないよっていう方もいるかもしれない。そのような方でも歌詞にねこう自分の思いや言葉を乗せて歌うのでもいいじゃないですか。私も結構やってますよ。タララララとか言って自分で勝手に歌作ってね歌ってます。またはね、私これも好きだ、ダンス、体を動かすのも好きなんですよ。でこうやって自分の気持ちを表してもいいじゃないですか。私たちはね、この五感ですよ。目とか耳、鼻、口、言葉があるでしょ。手とか足、こういった感覚器官があるので人とのねコミュニケーションができるんです。ここをもう大いに活用して自分ができる表現っていうのをやっていきましょうということですよ。ね、自分が持っているものを抑え込まずにあなたらしい、パフォーマンスで、いろんなものを形にして届けていきましょうっていうことです。ちょっと長くなっちゃったということで7つ今日ご紹介してきました。セルフケアの土台として主にね7つ、まだ他にもいっぱいあるような気がするんですけど、今日はね7個を挙げてみました。あなた自身をいたわる、面倒を見るということで、どれかね一つでもいいのであなたのね日常の中に取り入れてみてください。きっと何かが変わります。という感じで29日目今日は終わりにしたいと思います。今日も最後までご覧になっていただきありがとうございました。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ。